166人のニートで作った会社の末路天国か地獄か。今日も元気に営業中。1、発端、全員が取締役、上下関係なし、出勤義務もなし。そんな夢のような会社が2013年に誕生しました。集まったのは社会に馴染めない166人のニートたち。彼らが掲げたのは働かなくていい革命でした。2、設立、1人6000円を出し合い、基本金約100万円で設立。最大の特徴は出資者全員が取締役であること。上司からの命令は一切なし。好きな時に好きなことだけをやる。ニートたちの挑戦はメディアからも大きな注目を集めました。3、活動。始まったのは独特すぎる事業の数々。1時間1000円でニートを貸し出すレンタルニート。自分たちの生き様をネタにしたボードゲーム制作。ニートの取締役という肩書きは彼らにとって社会とつながるための唯一の武器でした。4、対立。しかし自由の代償は残酷でした。リーダー不在の組織では些細な意見の食い違いが泥沼の争いに発展。ネット上での暴露合戦、陰湿ないじめ、そして炎上騒ぎ。何もしなくていいはずの楽園はいつしか互いを監視し合う息苦しい場所へと変貌していきました。5、解散できず、もう終わりにしよう。限界を迎えた彼らは会社の解散を決意します。しかしここで最大の誤算が発覚しました。会社法では解散には株主の3分の2以上の賛成が必要。ところが取締役が多すぎて連絡すらつかず、議決権が集まらない。辞めたいのに辞められない。会社を畳むことすら許されない無限ループに陥ったのです。6、評価。この結果をどう見るべきか、実は賛否あります。否定意見。否定派が指摘するのは資源の浪費です。利益を生まない組織に株式会社の法人格を与えるのは制度の乱用だ。10年経っても自立できないモデルはビジネスではなく単なるモラトリアムの延長に過ぎない。本来市場で淘汰されるべき非効率な組織がただ死んでいないだけで成功を名乗るのは欺瞞であるという冷徹な効率性の追求が批判の核となります。肯定意見。一方、肯定派は社会的コストの抑制を評価します。誰からも命令されないことで既存の労働市場では引かれてしまうそう。社会のネットワーク内につなぎ止めている。彼らが完全に孤立し、生活保護や行政の直接的な支援が必要になる事態を自費資本金と会費で防いでいる。これは究極の民間セーフティネットであり、10年続くコミュニティの包摂力は数字で測れない価値がある。経済的な利益か、それとも個人の生存か、市場を乱すお遊びと見るか、社会を救う余白と見るか。否定派は生産性のない組織に価値はないと断じ、肯定派は100人以上の孤立を防ぐコストパフォーマンスは絶大だと称賛します。このように評価は真っ二つに分かれています。7、税金、住民税。法人住民税という名の生存維持費。利益がなくても毎年発生する法人住民税の均等割。彼らは何もしないために自腹を切って地方自治体の財源を支えています。普通のニートが住民税非課税世帯として行政サービスを受ける側になりがちな中、彼らは払う側として自治体に貢献しているのです。社会保障費、取締役という肩書きを持ち、レンタルニートやイベントで外に出ることは心身の健康維持に直結します。完全に引きこもって運動不足や精神疾患を抱える場合に比べ、医療費の抑制という形で国費を節約しています。また失業手当に頼ることなく、ごくわずかな収益でも自営を続ける姿勢は雇用保険制度の負担軽減にも寄与しています。消費の循環。彼らは働かないかもしれませんが、出資、維持費を払い活動のために移動します。ただ消費するだけのニートから組織を維持するために社会のルール納税契約の中で消費する経済主体へと進化している点は紛れもない社会貢献と言えるでしょう。皮肉なことに彼らは日本で最も真面目な納税者の一面を持っています。利益ゼロでも払い続ける法人住民税、そして活動を通じて保たれる心身の健康、失業手当も受け取らず医療費も抑え自力で社会に踏みとどまるニート株式会社は現代社会の矛盾を包含しながら今日もひっそりと日本社会を下支えしているのです。8、活路。こうして考えるとこの物語を失敗と切り捨てるのは早計でしょう。実務的な視点で分析すると彼らは極めて高度な制度のハックを言っています。まず有限責任という防具です。株式会社という形を取ることで活動上のトラブルによる責任を出資額の範囲に限定し、個人の人生が積まないよう守っています。
さらに赤字の蓄積です。10年以上続く鉄損金は将来誰かが成功した時のための巨大な節税の器として機能します。いかがでしたか？皆さんはこのニート株式会社どのように評価しますか？